次を決めずに仕事を辞めて収入がなくなって約1年経ちます。なのにお金への不安が薄れていきました。普通に考えたらおかしくないですか？会社員の時は収入も貯蓄も増えていったのに、ずっとお金が足りないと感じていました。今は口座の数字が減り続けているのに、まだあるという感覚が不思議とあります。なぜそうなったのか、今日はその話をしようと思います。会社員の時、ずっとお金が足りないという感覚がありました。ボーナスが入っても、もっと貯めないと思っていました。貯蓄が増えても、これで足りるんだろうかと思っていました。収入が上がっても不安は消えませんでした。もっと積み上げていくことが当たり前という感覚がずっとありました。でも今思うと、それが少しずつ自分の首を絞めていたような気がします。なぜそんなに追われていたのか。年収が増えれば、出世できれば、もっと安定した生活になる。今の不安が解消されるんじゃないか。そういう思い込みがずっとありました。だから受験勉強も頑張ったし、大学で研究も頑張りました。そしてやっと入った会社でした。正社員でいい会社にいること、それがキャリア的にも年収的にも正解だと思っていました。だからそこから離れるのが怖かった。ブランクができたらもうキャリアが終わると思っていました。次を決めてから辞めるのが常識なのに、次も決まっていない、確証もない。だからお金が足りないという感覚が止まりませんでした。お金がいくらあっても正解のレールを外れていく不安の方が大きかった。それが分かったのは実際に離れてみてからでした。キャリアブレイクを始めるとき、ある程度の計算はしていました。どのくらいの期間なら生活できるか見積もりを立てていました。それでも半年もしたらお金の不安に負けて働き始めるだろうと思っていました。口座の残高が減っていくのを見て、足りない、どうしようとなるんだろうと。でも今キャリアブレイク開始から1年近く経ちましたが、とりあえず生き延びています。そしてお金がどんどん減っていく、どうしようという感覚が思ったより来なかったことに気づきました。なぜ不安が薄れていったのか、自分でもはっきり分かりませんでした。そんな時印象に残っている出来事がありました。キャリアブレイクを始めてある時、ロードバイクで沖縄を一周しました。移動日の夜、ある居酒屋の前で立ち止まりました。営業時間内なんですが、外から見ると明らかに閉めようとしている雰囲気がある。そんな中、少し迷って引き戸を開けました。初めての沖縄でどうしても行ってみたかった思いがあったからです。少し間があって入れてもらいました。注文して10分ほど経った後、数人のグループが入ってきたんですが、もう今日終了ですって断られていました。営業時間内なのになぁと思った記憶があります。そのため急いで食べようとしていました。そしたら急がなくていいよと言われて、少し戸惑いました。そこで思い切って聞いてみました。あれ、さっきの方々は断ってましたよね。なんでですかと言うと、おかみさんが話してくれました。話を聞くと、居酒屋は家族で経営されているそうで、家族が食えればいい、それ以上のお金はいらないと言っていました。働き詰めて自分たちが不幸になったら意味がないから、十分だと思ったらそこで終わりにするとも言ってました。そして最後には、足りないって思っていると本当になくなる。今あるもので十分って思えたらそれで十分じゃない。その言葉が引っかかりました。
営業時間内に断るという発想が自分の中には一切ありませんでした。売上のために動くのが当たり前だと思っていました。でもおかみさんは追われていなかった。十分が先にあって、そこから動いていました。私が会社員の時に感じていたお金が足りないというのは、お金の量の問題じゃなかったんだと思います。正解のレールから外れることへの恐怖、それに追われていただけだった。お金への不安はその恐怖が形を変えたものだったのかもしれないと思いました。よくいくら稼いでも安心できないという話を聞きます。お金がいくらあれば安心できるかという考え自体が永遠に終わらないラットレースなんだと思います。キャリアブレイクで実際に離れてみて、それが少し分かった気がしました。だからお金がまだあると感じているんだと思います。ただこれが正解だとは言い切れません。離婚もしましたし、生活が変わったのは確かです。貯蓄があったから踏み出せた面もあります。それは否定しません。でも一人の頃から同じようにお金が足りないと感じていました。だからこれはお金の量だけの問題じゃないと思っています。仮に収入が以前と同等、もしくはある程度稼げるという状態に戻った時、また足りないと思うのか、それともこの感覚が残るのかは自分でも分かっていません。少し怖いとも思っています。ただ今はお金があるという感覚で過ごしています。収入がなくなったのにお金に対する不安が前と変わってきた。それが不思議だったという話でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。